接材が余ってるんで、ここは縦じゃなくて横で貼っていきます。ここに角材つけていくんですけど、この厚み分があるんで、ちょうど廃材で同じ厚みのやつがあったので、これを先につけて下地の骨組みをつけていきます。
よし、あとはここに断熱材入れて合板貼って、その上から漆喰か板張りかっていう感じです。この銀の箱がね無限にあるんで、とりあえず端材とか入れていきます。では最後にスイッチボックスを取り付けていきます。スイッチやコンセントをつける部分にあらかじめ設置しておきます。スイッチボックスはスイッチと配線を安全に収めるための箱です。配線の接続部を保護し、ショートを防ぎ、壁の裏をきれいに整えてくれます。後々コンセントを増設したいとか、そんなこともあると思うので、全部の場所にボックスを設置していきます。ここからは送り配線といって、一つの配線でコンセントを何個も動かすためのやり方です。この部屋はそんなに家電も使う予定はなく、なるべくシンプルな配線にしたくて、このやり方でやりました。
銀色のテープみたいなのが貼ってありますが、これはアルミ箔で壁を貼った後でも磁石でボックスの位置を探せるようにするための目印らしいです。今回は使う予定はないですが、そのままつけて施工しました。はい、急遽窓をつけた側の壁にもライトをつけたくなったので、ここにスイッチと照明を追加することにしました。コンセントから電源を取り、スイッチボックス内で配線をして照明をつける感じです。もし需要がありそうだったら後日配線図とか分岐のやり方など全部公開するかもです。これは正しいやり方ではないと思いますが、照明を増やしたりコンセントも多めにしたり、自分のやりたい理想を追求していきます。はい、工具も大量に増えてきたので防犯カメラを設置することにしました。アカラの G5 Pro です。カメラの画質がねめちゃくちゃいいので、実際の映像も使いながら解説します。電源は Type-C のコードで Wi-Fi があればすぐに使えます。スマホとつなげて操作や映像も簡単に見れるので楽です。Alexa などにも接続できるスマート防犯カメラです。これが実際のカメラの映像です。人や顔検知機能もあり、このように追ってくれます。それにしても映像がねめちゃめちゃ綺麗です。AI 検知も優秀で、後で録画を見返したい時に動きがあった場所を見せてくれます。はい、いい感じに映ってます。いいね。スマホの操作もアプリでできて、直感で簡単に動かすことができました。このようにタイムラグもほぼほぼないです。もうねめちゃめちゃ画質が綺麗なので、とりあえず古民家の入り口とか見えるところに設置していきます。これを外してここで固定して取り付ければ、壁とか天井にも簡単に取り付けられます。アカラホームというアプリで操作画面はこんな感じです。ライトをつけたり警報を鳴らしたり、そんなこともできます。このようにアップして見ることもできるので、結構細かい位置まで見ることができました。遠くても綺麗に映るので防犯能力も高そうです。これも防犯カメラの映像です。今は人認識をオフにしています。〇〇の状況になったらライトをつけるとか警報を鳴らすとか、そういう細かい設定もできるのでいろいろ使えそうです。人認識をオンにするとこのように枠がつきます。では古民家の全体が映るような場所に仮で設置していきます。こんな感じです。画角はカメラを覆ったら警報を鳴らすとか、録画をするとか、ライトをつけるとか、 AI 検知のおかげで細かい設定もできます。
このように角度調整もできるので、どの位置でも綺麗に写すことができました。デメリットとしては水平に撮ることが意外と難しくて、もう一つ先端に角度調整できる場所があると便利だと思いました。遠隔で音を鳴らしたり声を出したりもできるので、このように玄関に取り付けるのも良さそうです。屋外のね、防犯カメラもいいですけど、こういう風に中にやるのもいい気がしてきました。ここだと工具とか道具とか、あとはこういう工具、電動工具とか、あとここが玄関なので出入りとか、あとこっち側もね映るんでね、室内もありですね。なので今後工房とか作るときは屋外もやりつつ、室内でもこういう防犯カメラ設置できたらいいなと思います。133度の超広角カメラで、もちろん防水です。詳細のデータはここに貼っておきます。いろいろなね、細かい設定できるので、自分好みにカスタマイズしていこうと思います。では最後に、アカラの防犯カメラを使う一番の決め手となった暗闇撮影です。はい、では真っ暗にしてみます。iPhone のカメラだと真っ暗なんですけど、このカメラの映像を今見るとめちゃめちゃ明るいです。こんな真っ暗でももう全然映りますね。すごい。はい、これはね、夜8時ぐらいの映像です。顔もしっかり見えますね。この暗視能力すごくて、肉眼で見えないとこも普通に見えます。ここはね、街灯の明かりがある場所なのですが、ここだと余裕に見えます。今回使用した防犯カメラはアカラの G5 Pro です。防犯カメラを探していて、想像以上に映像も綺麗で使いやすくて紹介してみました。紹介だけして自分は使わないみたいなことは嫌いなので、もちろん今後も愛用していきます。配線も綺麗にして古民家のとある場所に取り付けておきます。接続方法も裏の QR コードを読み込み接続するだけなので、誰でもできると思います。本体とコード、裏を開けるための金具みたいなものが入っていました。詳細は概要欄のリンクからお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回、断熱奮闘編。